昔の言葉をね受け入れてってもやっぱり令和の人に伝わらないんで。それ今結構問題になってると思うよ。むしろ一番大事にしなきゃいけない根本的なところじゃないですか。どんなイベントをするにしろ、どんな会合をするにしろ、まず帰るべきとこ。シャクソン帰る。キーワードですね。これは耳が痛い人もたくさんいるんじゃないでしょうか。ごめん、俺や俺や山本君だったそうでしょっていう話。そういうことでしょ。急に逆ギレしだしたんでだいぶ情緒不安定な2人のではここまで河本ということで、法と人を同時に一体としてみるっていうね話を前回しましたが、それはなんでそういうことが必要だったかっていうと、シャクソンが亡くなった後じゃあどうすればいいんだってことになっちゃうから、人だけを師匠としちゃうと、シャクソンが亡くなった後どうしたらいいんだってことで、法っていう捉え方っていうか、それを教えてくれたわけですよね、シャクソンは滅後のために。そうね。だけどそこだけ取ると今度超越的なシャクソンってことにどんどんなっていっちゃう。法を師匠とする、でも人も師匠とするという人間シャクソンっていうのを忘れちゃいけない。前回はそのバランスの話だったけど、気をつけないとどんどん深刻化していっちゃうんで、今回のところは人間シャクソンを掘り下げようですよね。人間シャクソン大事。バランスを取るために人間シャクソンをちょっとやってみましょう。人間シャクソン。財政シャクソンと人格的交流があった。遠藤財政の一例ですが、シャクソンが菩提樹下で浄土をしてから、かつての修行仲間であった5人のビクに初めて説法した時のことです。いわゆる諸天法輪です。5人はシャクソンは苦行から退転したものとして軽蔑していました。しかし実際に会うと、シャクソンの否定しようのない人格の輝きに打たれて、シャクソンに帰依したと伝えられています。あるよね、噂話で軽蔑していた人が実際にやったら否定しようのない人格だったみたいなね。実際会ってみるとこの5人はそういう感じだったと。思いっきりフィルターが入ってたね。結局人格とかオーラが全てを説明してくれるっていう感じですよね。池田、その時のシャクソンの第一声が不死は得られただね。悟りを得たシャクソンの実感を語っている。永遠の大生命がシャクソンの古心に脈打っていたのでしょう。永遠の如来の生命力が瞬間瞬間生命の深みから湧き上がってきていたのでしょう。人間シャクソンからにじみ出るその大境外に感動して5人のビクは仏道に入った。シャクソンという人を通して永遠の法に触れたのです。シャクソンの財政にはこういう指定の人格的交流が可能だった。須田、シャクソンと弟子の交流を伝えるエピソードとして印象に残る人物がいます。それは大靴マラ、アングリマーラという極悪非道の盗賊です。アングリマーラの名もその凶悪な行為に由来するそうです。アングリとは指、マーラは首飾りの意味とされます。彼は多くの人を殺し、その指を集めて飾りにし、首からかけていたのです。その彼がシャクソンの来たれという一言で改心し、帰依したとされています。その後彼は托発に出かけますが、彼に未だ恨みを持つ人々から土や石を投げつけられ、衣を引き裂かれ、血だらけになりながらシャクソンの元に戻ってきます。シャクソンはアングリマーラを励ましてこう言いました。アングリマーラよ、耐えなさい。耐えて受けることです。汝はこれら幾年、幾百年、幾千年の間、地獄において受けなければならない業の果報を今受けているのですと。遠藤、天獣教授、重きを転じて軽く浮くの法理を思い出させる話ですね。池田、仏道修行を始めたからといって過去の罪が直ちに消えるわけではない。彼自身の非道による悪業の報いであったとしても、ひとたび改心し自分に帰依した弟子が人々からそのような仕打ちを受けるのはシャクソンにとってもどれほど辛いことであったか。身を切られるような痛みであったに違いない。なんとか不退転の道を貫き、成仏の道を歩ませたかった。だからこその言愛の励ましです。弟子の苦しみは死の苦しみです。師匠とはそういうものです。
アングリマーラはその仏の慈悲を痛いほど感じたからこそ耐え抜くことができたのでしょう。やっぱこの釈尊の気持ちが池田先生は痛いほどわかるというか感じなんでしょうね。サイト、目が見えなくなったアナリツ、アヌルッダの話も有名です。彼が衣のほころびを縫うために針に糸を通そうとしていた。しかし目が不自由なので通らない。彼は誰か私のために糸を通してさらに功徳を積もうという人はいないだろうかとつぶやいた。すると私が功徳を積ませてもらおうという声がした。彼はハッとした。温かい釈尊の声だったからです。彼は恐縮して辞退します。釈尊にはこれ以上功徳を積む必要がないではありませんかと。しかし釈尊はそうではない。真理の追求にも幸福の追求にも終わりはないのだと言って糸を通してあげるのです。池田、いい話です。何より困っている弟子を見たら放っておけず気さくに手伝ってあげた釈尊の実像が生き生きと伝わってくる。ともあれ釈尊の教えそのものは相手によって様々だったでしょう。しかし釈尊との人格的交流によって弟子たちは正しい道を歩むことができた。釈尊在世に生きた人々は現実の釈尊との触れ合いの中で仏を生き生きと実感しながら仏の師である法に迫っていったのです。ブッダ、釈尊の性格が一人間としてね性格がなんかこう見えるようなエピソードでしたけどね。なるほどね。アングリマーラ、互角非道、指を首飾りにしていてとんでもねえ互角非道の人物だけども、とんだサイコパスだなこいつ。だけども人格から出てくるオーラの人物に来たいって言われてこう心動くものがあったというね。だから我々みたいなボンブがただ来たいって言って心動くような話じゃないから、言葉を受け売りすりゃいいっていう問題じゃないというね。そらそうだね。お前がこうやってなっちゃうからそうそう、まずは人格があるからこう、響く。そうね。プラスで仏道修行したらすぐ幸せになれるっていうことじゃなくて、今までやってきた自分の悪業が全て報いを受けないといけないというこういうことがあるんで、難は起きますよっていう覚悟で信心していかないといけないというね。我々が三生島起きるって言いますけど、やっぱ我々の今までやってきた悪業がね報いを受けてるというかねいう感じもあるというか、だから難を受けてる時っていうのは悪業が出てるというかね。まあ分かりやすいですよね。確かにこれそれは改心したからといって周りからはそういう扱いを受けてもしょうがないでしょっていう風にはなっちゃいますもんね。だけどもやめないことですよ。そういうことね。それを続けていくってことで、その報いは終わるんだと。それで人間革命していくというような話ですよね。なるほどね。でそれをやっぱ釈尊の目線から見ると、やっぱいろんな弟子たちはいろんな悪業と戦ってる弟子たちを見て励ましてるんですよ。心痛めながら。ね、耐えなさいと。耐えて受けることです。厳しい。これは言愛、心痛めながらも励ましているっていうね、人間釈尊の人格を物語るお話だったってことですよね。でも本当すごいね、釈尊。ヒーローの本質はおせっかいっていうのもよくわかりますわ。なるほど。僕の好きなヒロアカっていうアニメね。そういう話なんだ。そういう話が、ヒーローはおせっかいであらんといかん。ある意味互角非道の人に対して来たれということも、おせっかいといえばおせっかいのうちに入るかもしれないね。そんな人物像を踏まえた上で進んでいきます。釈尊滅後、何を主として生きるか。斉藤、それに対して釈尊の滅後はどうしても法が根本になります。ならざるを得ません。法それ自体を直接主としていくしかない。池田、そうだから釈尊滅後、仏弟子たちの修行はこの永遠の法則、永遠のブッダをどう監督するか、この一点に集中していくことになるのです。釈尊亡き後、直弟子やその流れを組む出家僧たちを中心として仏教教団が形成されていく。おそらく当初は釈尊の残した教えに基づいて自己を厳しく律する修行が真剣に続けられていったことでしょう。しかし時とともにその精神は次第に失われていった。釈尊の悟った法則仏を自己のうちに見るという本義を離れて、釈尊一人を
自分たちとは違う存在とみなす傾向が生み出されていったのではなかろうか。人間釈尊が悟った永遠の法則、永遠のブッダを自ら体得するという戦いがいつしか忘れ去られていったのです。大雑把な言い方だが、本質はそういうことになるのではないだろうか。斉藤、現実に仏と触れ合うことができないために、時を経るにつれて偉大な仏という観念だけが一人歩きをしてしまった。仏の悟りを得たのは釈尊一人であって、我々は仏にはなれっこないのだと。遠藤、目指す悟りは正門の悟り、アラカンカであり、仏の境外には到底なれないとしたのですね。須田、戒律も次第に藩座になっていきました。教団を維持するという要請から僧侶たちが寺院を神秘化したり、聖職者を権威づける教えをあえて説いたということも指摘されています。こうしたことが相まって、ますます主情には到達できない高みへと仏を祭り上げてしまったわけですね。こうなったらもうアウトってことですね、仏教は。で、日憲宗に関しては、日蓮大聖にはあまりにも神格化しすぎていて、でそれの血脈創造された自分なんだからもっと尊敬しなさいみたいな感じになるわけだ。日憲の振る舞いとしてはね。というか日蓮召集の今の日憲宗の発出というか、いう人たちの振る舞いは日蓮大聖にを権威づけさせて、でそれに近いところにいる自分は権威があるよねっていう感じになるっていうか。なるほどね。なんですかね、この人間っていうのはこの血のつながりっていうものをやたらとこう神格化というか重要視しまくりというか、そういう性質があるんで、性質がありますよね。それを利用してじゃないけど、どんどん自分に権威を私利私欲のために権威づけていっちゃうというか、こう見抜かないといけないですね。そうですね、確かに。絶対に間違っても池田先生を神格化しちゃいけないですってことですね、ここは。そしてプラスで、人間釈尊が悟った永遠の法則、永遠のブッダを自ら体得するという戦いがいつしか忘れ去られていったのですっていうことで、寂しい。創価学会の信心もこの永遠の法、永遠のブッダ自ら体得するっていう戦いはしないといけないってことですね、これ。まあそういうことでしょうね。これが痛いんですよ。ここを挑戦してる人はどれぐらいいるんだろうかって俺思っちゃうんで。めっちゃ根幹なところじゃん。やってる人はいってこういうふうに書かれてたんで、挑戦した方がいいのかなと思って、そういう題目をするだったってことだから。なるほど。さすが先生、ポイントを押さえた上で活動してるってことですね。そうですそうです。忘れ去られちゃいけないってことでしょ、これ。そういうここですよね。ここそんな題目俺みたいなもんがやるのは調子乗ってんじゃないかって最初は思ってたところもあったかもしれないけど、でもそれを忘れちゃダメだところに書いてあるんで、じゃあ自分みたいな凡人でも挑戦させてもらおうっていう気持ちで、赤ちゃんの状態ですよ。もうそういうふうに題目始めたっていうことだから、レベル1から。そうですそうです。もうそうしてほしいってことでしょ、これ。ここの内容。なるほどね。神秘化したり権威づけで自己更新に走った瞬間終わりそうですね。これは耳が痛い人もたくさんいるんじゃないでしょうか。ごめん、俺や俺や山本君だったまあ今はちょっとね、しっかりポイントを押さえた上でいろんな諸活動に臨むところではございますが、まあでも油断したら多分一瞬でこんなんなっちゃうだろうね、人間なんで。そうなんで山本君もこの人間釈尊が悟った永遠の法則、永遠のブッダを自ら体得するという戦いをぜひやっていただきたいということですよね。そうですね。現在進行形で。そうですね。全学会員がそうあってほしいなと思ってます。やりましょう。続けていきます。はい。仏の神格化が仏教の非人間化に。池田、それでも釈尊の直弟子がいた間はまだ良かった。釈尊滅後の100年前後に仏典の結集が行われたと言われているが、この頃にはすでに釈尊の神格化は相当進んでいたのではないだろうか。結集にはいよいよ遠ざかる人間釈尊の記憶を手繰り寄せようという危機感が背景の一つにあったかもしれない。斉藤、漢訳経典で世尊と訳されているのはサンスクリットのバガバットですが、もともとは弟子が師に対して
先生と呼びかける言葉だったそうです。ところが釈尊は次第に神格化されるにつれて、長神とか神々の神とまで呼ばれるようになります。須田、それが大乗仏教になると、民衆を救う救済者としての人格的な仏が強調されていきます。遠藤、ただし先ほども指摘があったように、その仏とは釈尊を離れた別の仏です。阿弥陀如来とかビルシャナ仏とか大日如来とか。ただいずれも慈悲深い人格的な仏であり、しかも永遠に民衆を救済し続ける絶対者として説かれています。池田、それらは与えて言えば、釈尊が主とした永遠の法即永遠のブッダに迫ろうとした結果と言えるでしょう。その限りではクオンの本仏の仏心を部分的に表現していると見ることもできる。阿弥陀如来とかビルシャナ仏とか大日如来とかは、クオンの本仏の仏心の部分的に表現しているんじゃないかと見ることもできる。須田、発心、方針、応心の三次論で言えば、例えば大日如来は発心、阿弥陀如来は方針に当たるとされます。別の説もありますが、これに対して持量本のクオンの釈尊は無差三人の仏ですから、他の諸仏は部分間になります。斎藤、大聖人が二前の教教について、皆古神の法を片端片端ときて候なりと位置づけられていますが、これは仏心についても当てはまるかもしれません。三人についてはまた改めて論じていただきたいと思います。遠藤、色相荘厳の仏と言いますが、理想化された仏ばかりが説かれるようになってしまったのですね。池田、一面ではこれらは仏を渇望してやまない人々の信仰心の表れであり、それに応えたものでしょう。日韓上人も世上に随順して色相を荘厳しと述べられています。世間に合わせて、世間の状態に合わせて色相を荘厳した。なんか仏っていうのはこれぐらいすごいんだぞっていうのを、その当時の人々の基本に従って、だから黄金とかベロが天まで伸びるとか、眉の間から光が放つとか、そういうのは、その当時の人からしたら憧れるような荘厳の仕方。比喩ですね。比喩、伝え方。令和だったら令和なりの荘厳の仕方があるんでしょうけどって話ですよね。そうやってアップデートしなきゃいけないんでしょうね。仏界ってのがいかに素晴らしいかっていうのをやっぱり表現していかないと、昔の言葉をね受け入れてってもやっぱり令和の人に伝わらないんで。それ今結構問題になってると思うよ。まあそこないですね。須田、問題はこの大乗仏教運動によって仏教の源である釈尊をかえって軽んじる結果に陥ってしまったことではないでしょうか。代わりに他の架空の仏を神のように崇めてしまった。それは結局民衆自身の内なる法則仏を開く道を閉ざすことになったわけです。遠藤、しかもこうした仏が説かれると、どうしても民衆自身の内発的な力を重視する方向よりも、仏の慈悲にすがって救われようという心理を助長させます。日本の阿弥陀信仰の他力本願はその典型ですね。池田、要するに小乗も大乗も釈尊が言い残した法と自己をよりどころとせよという心と正反対になってしまった。あえて流刑化して言えば、小乗教では法を求めるという側面は強調したが、仏をいたずらに凡夫から引き離してしまった。大乗教では仏と人間の関わりを復興させようと努めたが、民衆自身が法を体得するところまでは開かれなかった。どちらも十分ではなかった。そこに持量本の発釈憲本の意義がある。遠藤、仏教のみならず宗教には人間をしばしばドグマや権威に隷属させようとする宿命的な傾向がありますね。池田、そうだね。宗教の非人間化や現実からの有利に抵抗して原点たる人間へと打ち戻し、また打ち戻し続けていくのが法華経の精神です。須田、如説修行書の権実二教の戦を起こし、今に至るまで戦やむことなしとのご聖訓を思い起こします。普段の精神闘争の中にのみ仏法の正当があるのですね。斎藤大上人は常に釈尊に帰れと叫ばれました。大日如来を崇める真言宗に対しても、大日如来はどのような人を父母として、どのような国に出現して大日教をお説きになったのか、
と拝借されています。遠藤、現実に生きていた人間釈尊をないがしろにして、父母もわからない架空の仏をありがたがる本末転倒ぶりを喝破された。釈尊に帰れとは人間に帰れということだったのですね。須田、徹底して仏教を人間化する戦いであられた。池田、それほど宗教というものは人間を離れようとする傾向がある。そうなると宗教は一種の権力になってしまう。須田、本当に怖いことですね。斉藤、その要因はいろいろ考えられると思いますが、一つは聖職者の堕落、一つは教団組織の硬直化、一つは信仰心の惰性が挙げられるのではないでしょうか。それらが重なり合って宗教が民衆からかけ離れて権威主義化してしまう。須田、日憲宗などはその全部が積もり積もった典型ですね。法刀ホッスを日蓮大聖人と一体不二だなどと言ってるわけですから、人間の生き方など全く問題にされていません。須田さんガンガン言いますけども、ガンガン言いますけども、これはだから我々の次元で言うんであれば、人間を離れようとする傾向があるこの宗教っていうものをどうやって人間のところに維持していけるのか、そこからその点はすごい人間味があるというか、感じはすると思うんですよね。そうですね。だからここは創価学会は注意してやってるんだなっていうのは伝わりますし、まあ問題はあれですよね。池田先生を神格化しすぎないようにっていうところをしすぎないようにというか、しちゃいかん、ごっちゃになっちゃったらアウトだよねっていうのと、やっぱ法っていうもの、法と人っていうのがあるけど、法の部分がちょっと薄い感じがするというかやばいじゃん、末法の人間にとってそれ。人間も大事、目に見えない方っていうものを追い求めるっていうのも大事っていうね、このバランスが大事というところで、そういうメッセージ込みでこの動画作ってますけどね。ある意味そういう人たちに対してのアンチテーゼになればいいかなとそういうことですよね。法っていうところの部分を強調して活動っていうのがあんまないなと思っているんで、創価学会あえてこういうのをやったのかなと思って。いや、いいんじゃないですか、そういうのって。むしろ一番大事にしなきゃいけない根本的なところじゃないですか。どんなイベントをするにしろ、どんな会合をするにしろ、まず帰るべきとこ。釈尊に帰れ、釈尊に帰れ、キーワードですな。要するにこれは仏界求めろってことですよ、これ。そこをね、理解しに行こうというアクションがないと、やっぱり学会活動もただのやらされになっちゃうよねっていう。菩薩業、菩薩で終わっちゃうっていう感じがするっていうか、あくまでも仏界を求めるための菩薩業だからっていう、そういうことですよね。で菩薩業のための菩薩業になっちゃってるような感じがするというかね。いつまでたっても仏ならんやん。そう、法を求めようよ。腰のことは言ってないですよね。腰のことは言ってないつもりだけどな、でもこれはね、言い続けないといけないと思ってるんで。いや、それは変だろうっていうふうに思う方、ぜひコメントくださいガンガン返していくんでまあでもポジションは大事ですよね。まあでもポジションっていうか、ここに書いてあることを言ってるわけですから。そう、それをただこう伝えてるだけなんで。おかしなこと言ってないですよ、はっきり言うとここに書いてあること言ってんだ。そうでしょっていう話。そうでしょ。急に逆ギレしだしたんでだいぶ情緒不安定な2人にまあ今日はこの辺で。はい、お疲れ。おつもと。